それでは1番をお選びいただいた方、リーディングを行っていきます。今回は夜のちぎり、夜の妄想シリーズスペシャルです。あの人が秘めていること、あなたとしたいことについて見ていきます。ではよろしくお願いします。1番、こちらのカードはマスコバイトという、ストーンのカードです。では、まずはですね、ルノルマンカードを使ってあの人が秘めている思いを深掘りしていこうと思います。その後にあなたの持つ魅力について、お伝えしていきます。そしてその後2人はこれからどうなるのかっていう今後の展開についても見ていきます。まずはルノルマンを使ってあの人が秘めている思いです。連続してもらっていきます。はい、今回4枚で見ていきます。はい、この4枚で見ていると、これからお二人の未来は開かれていく、より一層豊かになっていくっていうのが伝わってきます。特にあなたがお相手を支えてくれるからっていうのが入ってくるんですよね。常にあなたがお相手のことを程よい感覚、程よい距離感で保ってくれるから。そしてあなたには今膨大なエネルギーが来ています。今あなたのところにエネルギーがやってきていて、そのエネルギーをお相手にお裾分けするぐらいの豊かなエネルギーをあなたが持っていらっしゃるので、そのエネルギーがお相手のところに光として届いているんです。なのでお相手があなたに救われたっていう気持ちがすごく強いんじゃないかなって思っています。あの人が秘めてる思いとしては、もうあなたとのこれから先の未来に向かって歩んでいきたいということ、近くに行きたい、そばにいたいっていうことが伝わってきます。離れているお二人であれば、もう近くに住みたいとか一緒に暮らしたいっていうことでしょうし、まだこの仲として距離がまだ開いている状態、浅い関係性とかであれば仲良くなっていきたいとか、また旅行とか移動っていうのも伝わってくるので、一緒にお出かけしようよとか、旅行行こうよとか、一緒に暮らそうよとか、近くにやってきたよとか、そういうね、その移動のギュッと縮まっていくようなエネルギーも今伝わってくるんです。なのでこうお出かけしたりとか、また近くに来たりとか、そういうことも今感じました。近い未来あると思います。それが近場でのデートかもしれないし、少し遠出とかそういう場合もあります。人によってそれは形は違うんですが、ただそのお相手とあなたの距離が縮まっていくということ、それはお相手がそう望んでいるからです。そしてお二人の未来がもっと広がっていく、可能性が広がっていくということ、あなたがそのエネルギーを持っているから。なのでお相手が今までお疲れだったりとか、ストレスを抱えていたりとか、何か背負っているものがあったんですけど、それがあなたのおかげで軽くなったよっていう感謝の気持ちがあなたに届くのかもしれません。お相手の方で軽くなったんだっていうのがすごく今伝わってくるので、それがその2人の明るい未来へとつながっていくんだ。それぐらいあなたに豊かなエネルギーが今あって、なのでつまりはあなたの今状況、コンディションがいいっていうことですね。あなたの心の状態とか体のバランスっていうのがとても整っている状態、生活リズムもいいんじゃないかなと思ったんですね。食生活だったりとか、睡眠よくとれていますとか、また心にストレスがないような状態でお相手に心地よいエネルギーを届けていられるような、そんな今のあなたの現状があるからこそ、お相手がそこに救われているんだっていうこと、何か希望が見えてきたような、そんなね感覚っていうのがお相手の目線で今感じるので、あなたがお相手にとって希望の光になっているっていうことを強く感じました。はい、なのでそうですね、今全然ね近くにいていつも一緒だよっていう方だとしたら、距離離れていませんだとしたら、お相手がもっとあなたを近くで感じたいっていうこと、もっともっと距離を縮めたいってことなので、やはり一緒に過ごす時間が増えていくんじゃないかなと思いました。またあなたが心地いいからっていうのが入ってくるんですよね。一番最初にお伝えした通り、程よい感覚、程よい距離感っていうのがあるから、そんなにぎゅうぎゅうにしたりしない、カチカチにしないっていうところが入ってくるんです。なのでそれがすごく心地いいっていうのがお相手の方から伝わってくることです。はい、ということで
あの人が秘めている思いは、あなたとこれからもっと仲良くなっていて、より良い未来を開かせていきたい、切り開いていきたいっていうのがあの人の思いですね。で、性的魅力に落とし込んでいくとするんだったら、あなたの魅力っていうところにお相手すごく今集中して見つめているような、虜になっているような状態で、もっとくっつきたいし、肌を重ねていきたいし、そしてそのことによって2人の生活に落とし込んでいきたいっていうのが入ってくるんです。なのでやっぱり一緒に過ごす、暮らすとか、一緒にいる時間を増やす、肌を重ねる時間を増やしていかれるんじゃないかなって、そういうお気持ちでいらっしゃるんじゃないかなっていうのを感じます。ではこちらに出ているオラクルカードより、あなたの持っている性的魅力についてお伝えしていきます。まず見ていきましょう。いざ進め、旅立ちのチョコエクレア、進む力ですかね。あとは蟹座、深い愛で受け入れるっていうカード、素敵なカードですね。あとはロイヤルハート、このカードは誠実な心を表しています。あとはトラスト、これは、信じる、真実など、真実ですねを表しています。心の目で見て感じることができるから、あなたが今その状態だからっていうことですね。そしてお二人が誠実な関係性をこれから育まれること、もうすでに向かい合っているような関係性だと思うんですが、これから先さらに未来は広がっていくっていうことも出てきていますね。ここから感じるのは、あなたが自分の心に従う、直感的なタイプだということと、あとその純粋な心ですよね。ピュアな部分っていうのがお相手の目にとても新鮮に映っているということ。あとは柔らかさです。私が感じるのが、あなたの肌の柔らかさなのか、柔軟な対応力だったりとか、性格なのかもしれません。柔らかさっていうのが伝わってきます。あなたの持っている性的魅力は柔らかく、そして純粋な光を放っています。その魅力は外見の美しさだけにとどまらず、内面の誠実さと穏やかな気品から生まれています。まず外見の魅力です。あなたの外見はまるで触れれば溶けてしまうかのような柔らかい雰囲気に包まれています。ピュアな輝きが宿る瞳、穏やかに微笑むその唇は、見る者に安らぎと温かさを与えるでしょう。滑らかな肌と繊細な指先、何気ない仕草にも柔らかいオーラが漂っていて、それだけで触れてみたい、抱きしめたいという静かな欲望をかきたてます。あなたのその控えめな美しさこそが人々の視線を虜にするのです。そして内面の魅力です。あなたの心は誠実さと思いやりに満ちています。愛する人や仲間に対して深い優しさと包容力で受け入れます。その内面から湧き出てくる慈愛は、まるで安心できるお家、家、ホームのようなぬくもり。誰もがあなたのそばにいると、ありのままの自分でいいんだと感じるでしょう。外の雑音に流されず、自分の心に素直であるあなたは、信頼と安心を生み出す存在です。それがお相手の心に静かに火を灯すのです。また仕草表情の魅力もお伝えしていきます。あなたの仕草には計算のないピュアな色気が潜んでいます。何気なく髪を耳にかける瞬間、ふと伏せるまつげ、柔らかく笑うその表情、どれもが無防備でありながら、見る者に抗えない魅力を感じさせます。その優雅な指先が何かをつかむたび、その仕草の柔らかさにもっと触れてみたいと思わせる魔力が宿っています。深い愛を込めたあなたの眼差しは、どんな言葉よりも官能的で、お相手の心に深く刻まれていくでしょう。あなたの持っている魅力はまさに信頼の泉。自分を信じ、未来を信じ、お相手を信じることができます。その純粋な心は、触れる者の心に安心感と希望を灯し、恋人にはあなたと共に未来へ進みたいという決意を抱かせるでしょう。まさに新しい冒険を予感させる甘い魅力を秘めているのです。あなたは人の心を柔らかく解きほぐし、安心と癒しを与えることができます。その誠実でピュアな心に触れた人は、あなたこそが唯一無二の安息の地だと気づくでしょう。そしてその瞬間、あなたの魅力は静かに
けれど誠実に、お相手の中で官能的な炎へと変わっていくのです。あなたは愛する人にとって心も身も委ねたいと思わせる柔らかな光そのものなのです。はい、ぜひご自身の性的魅力、また外見内面、仕草から現れてくる色気っていうところを実感されてみてください。とても素晴らしい魅力持っていますね。ではお相手とこれから2人はどうなっていくのっていうところで、カードからのメッセージをいただいていこうと思います。蟹座っていうのは家庭的であり、仲間を強く信頼し愛し守るっていう特徴を持っているんですね。そして若干人見知りもあるかもしれません。知らない人に対してはガード固いところがあるんですが、いざ心を許してしまうとすごく仲間思い、家族思いや好きな人を大切にする気持ちっていうのがあります。また育んでいく力っていうのもあるので、温かいそのぬくもりが周り、あなたが守りたい、大切にしたいって思っている人たちにじんわりと伝わっていくような、そんな魅力を持っています。ではお二人これからどうなっていくのっていうのを見ていきます。はい、ではこちらの4枚で見ていきます。はい、まずご自身の魅力に自信を持ってください。あなたには外見の美しさももちろんそうなんですが、心の美しさっていうのがすごくあります。魅力として今すっごく伝わってくるので、目に見えるものだけではなくて目に見えないところもあなたは感じ取り、それを表現する力が持ってるし、また今心の豊かさにあふれているような状態なので、ぜひご自身を信じて、そしてこの前ですね、これから先の未来に一歩踏み出してみてほしいというカードからのメッセージが伝わっています。そしてお相手と波長がとっても合うとき、相性がいいのでお相手と共に歩んでいくんだっていうお気持ちで、あともしね交際されている方だとしたら、お二人で話し合っていきながら同じ方向を向いて歩んでいける時です。未来に向かっての前進がある可能性がすごくあるので、具体的に同性の話が持ち上がってくるだったりとか、では交際へっていうところで話が進んでいく、その動きがありますね。お互いの動きがあるので、あなたは自分に自信を持って、そして未来一歩進んでいけば、これから未来はどんどん変わっていく、素晴らしい方向へ変わっていくんですっていうメッセージが入ってきています。どうか自分に自信を持ってください。あなたのそのピュアで優しい柔らかい笑顔っていうのがお相手の心を溶かしています。温かいエネルギーが伝わっているし、お相手も誠実にあなたと向き合ってくれている時なので、お二人が今同じ方向を向いて歩みやすい時です。連絡をしようと思って連絡すれば連絡が返ってくるし、ちょっと時間がかかって何日か経つかもしれないんだけど、ちゃんと返事は返しますよっていうスタンスはお相手の方で取っているので、またお相手からのお誘いとかお声掛けもあると思います。なのでここは2人の信頼関係をしっかりと固めるタイミングですね。今ここに注力を注いでいかれると、より良い未来が待っています。ここですね、お二人がチャレンジしていくことにカップのナイトのカードが入っています。この誠実な気持ち、お二人の気持ちをどう表現するのかとか、その愛を伝えるだけではなくて、優しい気持ちを受け取ったよ、ありがとうっていう感謝の気持ちだったり、愛を与えること、そのことでお互いの温かい気持ちを交換し合うことっていうのをじっくりと感じてみてっていう、そういうメッセージも伝わってきてるんですね。ただあなたが届けるだけではなくて、お相手からもらってるものもあるはずだと、それをゆっくりと感じてみてほしいって、心で感じてほしいっていう風にカードからのメッセージが伝わってきます。素晴らしいですね。なんか大切な人のために行動する時っていうのも入ってくるので、ぜひお相手のために今自分ができることは何だろうかとか、多分すごく豊かなものを今持ってらっしゃるので、いろんなことしてあげたいとか、愛情だけではなくて、例えばサポートしていきたい人としてお相手に
お仕事のサポートをしたいとか、また愛情面でのサポートかもしれません。サポートだけではなくて、いろんな形であなたがこれをしてあげたい、何か買ってプレゼントしたいとか、また逆にしてもらいたいとか、そういうやり取りをしたいっていうことが伝わってくるので、そのあなたがこれをやってみたい、してあげたいと思うことをすると、それが返ってくるような、そんな運気に今いらっしゃいます。なのでご自身に自信を持って進んでみてください。すごく豊かなエネルギーが今あなたの中に入ってきています。ということで、お二人の近未来の流れ見ていきました。では最後にお選びいただいたマスコバイトのカードからメッセージをもらっていきましょう。マスコバイトは目の前の霧が晴れるように物事の本質を見抜く力をつけてくれます。このマスコバイトは頑張りすぎた時、疲れを取り除く効果を持っています。どうして気づけなかったんだろうと後悔する時、また理屈では解けない問題に直面している時、サインを見逃しているように感じている時、答えは目に見えないところに隠れていることがあります。信じたいという気持ちを持っているなら、それはもう一歩進むための合図です。マスコバイトはあなたの心に潜むヒントを呼び覚まし、道を照らしてくれるでしょう。大丈夫。未来の答えはあなたの中にあります。ご自身を信じて、信じる気持ちっていうのをもう一度取り戻させてくれるような効果を発揮します。はい、ぜひこのマスコバイトからのメッセージもお受け取りください。今回は夜のちぎり、夜の妄想シリーズ、あの人が秘めていること、あなたとの密ということで、あなたに対してどんな魅力を感じているのかとか、これから2人はどうなっていくのかっていうことを見ていきました。あなたの持っている柔らかい性的魅力をぜひご自身の自信に加えてください。はい、応援しています。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは2番をお選びいただいた方、リーディングを行っていきます。今回のテーマは夜のちぎり、夜の妄想シリーズのスペシャルです。あの人が秘めていること、あなたとの密、どんなことをしたいのかっていうのを見ていきます。よろしくお願いします。まずはルノヌマンカードを使ってあの人が秘めている思い、あなたについてどんなことを思っているのかっていうのを出していきます。はい、まずこのルノルマンで見ていきます。そうですね、お相手無知、あなたのところにブック、そして今お二人のチャレンジしていくこととしてアンカー、そしてアドバイスカードが狐のカードが入っています。変化を迎える時ですねが一番のテーマかなと思います。正直であること、お相手があなたの本質を見たいとか、本音を知りたいとか、どう考えているんだろうっていうことで強く出てくる可能性がある。そうしようって思っている、決めていることがあって、何か知りたい、尋ねたいっていうことが入ってきます。また今の関係性を超えていきたいっていうのが入ってくるので、一つはお仕事関係にいらっしゃるということ、パブリックな場でつながりがある、また SNS かもしれません。つながりがあって、その今のお二人の関係性、関係値を超えていきたい、あと隠し事はしたくないのでっていうことで入ってきます。正直であるのかどうかっていうのが問われているように感じるんですね。それが引っかかっていると、それによってはこの先変わっていくっていうふうにお相手の中で思っていることがありますね。秘密にしたいのではなくて、あなたが抱えている何か思いを知りたい、覗きたいというか、ちゃんと話してほしい。それが安心材料になるからっていうのが伝わってくるんですね。まず狐のカードっていうのがごまかしをしないっていうアドバイスカードになります。何か隠していることがあるんだったらと話してほしいっていうことで、お相手が無知なのではっきりさせるプラス、なんかこうきつい言い方とか厳しいこととか態度とか、そういうことも表してるんです。また逆に
そうすることによって、勇気持つ行動を取ることによって、例えば今まで曖昧になっていたとかうやむやになっていた、聞きたくても聞かないようにしようと思っていたことにあえて踏み込んでいくことによって、信頼関係を勝ち取っていきたいっていうお相手の思いが現れているんだと思います。だから強く出ていくんだっていうことですね。1枚補足で出していきましょう。コミュニケーションを表す鳥のカードです。もう近々ですね、近い未来にお相手の方からお相手の方が抱えている秘密を打ち明けるのではなくて、尋ねるんじゃないかなとも思うんです。はっきりさせたいとか、あなたはどう思ってるのとか、例えば確信事についてあなたがこれは知られたくないと思っている確信をつかれるようなことを言われるのかもしれません。お相手の方からのアプローチがあると思います。そういう意味でのアプローチです。確信をつくようなアプローチがあると思う。その時に正直に話してほしいっていうのがお相手が感じていること、あなたに対して秘めている思いですねっていうのが入ってきます。で、今回あなたの持っている性的魅力とかお相手が感じていることっていうのも出していくんですけど、先にタロットを使ってお二人がどうなっていくのかとか、お相手がどういうことを感じているのかっていうのをしっかりと見ていきたいと思います。まずお相手の中で関係の見直しっていうのを感じるので、あなたとの間においてどうしたら良い関係になっていけるとか、自分が願っている関係になっていけるんだろうっていうのを今すごく考えてますね。そしてそれを行動に移していきます。間もなくです。まずタロットで出していきます。これからお二人どうなっていくっていうことですね。はい、この4枚と、あとこちら出てきたカードをもらっていきます。このクリエイターっていうカードをね、ノーっていうのが入っていること、このカードがとても大きなターニングポイントといいますか、重要なメッセージを伝えてきてくれてると思います。あなたの周りの周囲の状況だったり、あなた自身が今うずめいている状況を感じ取ってるんじゃないでしょうか。それは隠したいと思っていること、秘密にしておきたいと思っていることだったりとか、ご自身の中で感じていること、またはお相手に言いたくても言えないことだったりとか、あまり人には知られたくないようなその痛みだったりとか、またご自身の周りのことなので、例えばご家族のことだったりとか、誰かのことについてとか、ご自身のことについてかもしれません。あなたが今そのうずめいている中にいるということ、そこから抜け出す準備をしていきましょうっていうのがこのカードからのメッセージなんですね。何か衝動的に離れてしまったりとか、逆に不安に感じてしまったりとか、もやもやすることから抜け出すためのきっかけとなることですね。そしてノーっていうのが示している通り、全てのことに対してノーなんですね。あなたが絶望的に感じていることや不安に思っていることに対しても、いいえそうではないんですよって言ったり、あなたが無理に周りに合わせていることとか、自分らしくいられないとか迷いとかってそういうことに対してもノーなんです。ノーって言えていないんじゃないかっていうことを今私が感じるんですね。ノーっていう言葉に対して何か敏感に今感じることがあるのではないでしょうか。あなたが感じているモヤモヤとか悩みとかなんじゃないかな。このカップの7番っていうのは悩みや葛藤とか、あと現実から一旦離れて自分の中でたくさんの選択肢があって、それを頭で思い描いていて、じゃあそこからどうするのかっていうところに目を向けてほしいっていうメッセージが届いているんですね。そこに対してノーっていうカードも出てきているので、あなたが今いろんなことを考えている、もしかしたらこうした方がいいんじゃないか、ああした方がいいんじゃないか、いやこの道を行った方がいいんじゃないかとか、多分頭の中も混乱していたりモヤモヤしていたりとか、どれを答えとして選び取っていったらいいのかわからないとか、迷いっていうのを感じるので、その迷いから抜け出すんだって、違うって思ってることに対してはしっかりとノーっていうふうに口に出すとか、行動に示すとか、誤解があるんだったらそれを解くとか、そのあなたが
ノーっていうことに対してピンとくると思うんです。それぐらい強いメッセージが入ってきています。本当はどうしたいのとか、お相手が望んでいることっていうのがやっぱりはっきりさせていきたいことがあるんじゃないかなって思ったんです。どんな形になったとしてもはっきりしたいって思っています。そしてお相手自身のところにこのペンタクルの10、家族を表すカードが出てきているのと、あなたのところには節制のカード、これはバランスだったりとか、偏りすぎていたものがちょうど良いバランスになっていく、程よいところに落ち着くとか、または癒しを表しています。あなたにとって今衝撃的な出来事が周囲の状況としてあるんじゃないか、それが心の健康を脅かすものであれば、まず癒しが必要になってきます。そしてお相手がそれを支えてくれる、お相手が乱すようなことではなくて、強く出るからこそそれがあなたの癒しになっているんだよってことがメッセージとして入ってるんですね。相手は強く何かを言うんですよ。勇気を持って確信に触れるようなことを踏み込む。強く言うっていうのはきつい一言とか嫌なこととかではなくて、お相手が勇気を持って踏み込んだことを言ってくるんです。メッセージとして伝えるとか、言動として起こしてくるんです。あなたが本当は触れてほしくないようなことをやってくると思います。そのことによってより絆を深めていきたいと思ってるんですよね。それは一時的にあなたを確信つかれるからって聞かれたくないこと聞かれたっていうふうに思うかもしれないけど、そこで誤解がもし生じてしまうのであれば、お相手に対していやそれは誤解なんだよっていうふうにはっきりと説明することが必要、求められてくるだろうし、またご自身の中で迷っていたことに関しても、じゃあお相手にちゃんと自分の悩みを話してどうしていこうかっていうところまでつなげていくことができるし、お相手は支えるっていうふうにここで出てきているので、じゃあその支えるでも強く確信に触れていくよっていうお相手の態度に対して、あなたはどうしていくべきかっていうことをもう一度考えてみてっていうこと、あなたが不安に思っていることやその衝撃になっていることは、それはご自身の中でもう手放すタイミングが来てるんじゃないかなっていうことがこのカードで言われています。あとはジャンピングでワンドの5番が出てきていたので、お相手と話し合う最中に穏やかな流れではないかもしれない、確信をつかれるようなことがあるので、それは何かを手放して何かを取っていく、選択していくっていうことだから、あなたにとっては手放したくないようなことももしかしたらあるかもしれないし、そしてあとは手放したいことももちろんあると思います。モヤモヤからもうすっきりさせたいとか、長引いていたモヤモヤから抜け出したいとか、それをお相手の確信をつく一言によって抜け出すきっかけになるかもしれないし、何かしらここのバンドの5番っていうのはざわめきっていうのを感じるので、このざわめきは出てくるんだけど、じゃあその後どうするのって、何を選んでいくの、何を感じるのって、いろんな感情の中で何を優先させるのっていうところにしっかりと目を向けてほしいっていうのがお相手から届いてくるメッセージ。そしてどんなことがあっても必ず支えていくからねっていうスタンスを持ってくれてる。確かに厳しいことを言うので、なんていうのかな、その厳しいことを言うお父さんお母さんのような、そんな風に感じてしまうかもしれない。分かってるよ、今すぐやるよっていう風に思うかもしれないんだけど、そこにはちゃんとしっかりとした愛情があって、あなたとのこれからの絆をちゃんとね紡いでいきたいっていうお相手のお気持ち、愛情っていうのがあるから、だからこそなんかこう口うるさいこと言ってくるなとかっていうふうに思うかもしれないけど、それは今あなたの現実に目を向けるタイミングなんだってこととしてお相手が発してるんだと思います。ちゃんとその正直に話してほしいとか、どう思ってるのか聞かせてほしいとか、もうあやふやにしないとか曖昧にしないとか、あとはその自分たちだけが良ければいいよねとかではなくて、もっとしっかり目を向けるところがあるんじゃないのかなって、そういうことが議題として上がってくるような気がしますね。はい、そういう風に感じました。これからのお二人の流れ、今回この夜のしぎり、夜の妄想で性的なこととして見ていきたいんですが、今回ね、そのお相手がもっと重要なこと、体のつながりだけではなくて、今その話さなければいけないことがあるんじゃないかっていうメッセージで伝わってきたんです。
それが性的なことで落とし込んでいくのであれば、あなたが抱えていること、トラウマっていうことに対してお相手がしっかりとそこに目を向けて支えていきたいと思っているトラウマ解消のタイミングだっていうことです。あとあなたが悩んでいることから答え一つに絞っていくとき、それがお二人の未来をより良いものにしていくきっかけになるし、またあなたが今現在バランスが崩れているので、そのバランスを整えていきましょうっていうこともこの節制のカードが伝えてきてくれています。例えば生活習慣が乱れているとか、心が今疲れているとか、何か疲れるようなことがあるんじゃないかな、抱えていたものをずっと抱えていたりとか、悩んでいたとか、いろんな思い、渦めいているものがあると思うんです。そこから今癒しのエネルギーを取り込むとき、このノーと言って切り離していって癒しを手に入れるときなんじゃないかなっていうふうに思いました。中には争いごとに巻き込まれているっていう方もいると思いますね。このあたりが入ってくるかなと思います。ではそのお相手が支えてきてくれて、そしてこれからあなたが選んでいく未来が訪れるよっていうところまで見ていきましたので、ではあなたのもともと持っている魅力ってじゃあどういうところなのっていうところについて、こちらの、オラクルカードからもらっていくことと、あとはですね、もう一つカードを出してみていきます。こちらのタロットカード22枚の大アルカナのカードなんですが、こちらからあなたが今本当に今の状況的にどういうところに目を向けていけばいいのかってことで1枚出していきます。はい、デスのカードですね。デスは再生を表していたり、終わりと始まりを表しています。決めて進んでいく強い意志が必要になってきます。恐れ、不安っていうのもつきまとってくるかもしれないんですが、そこを抜けていく、それを終わらせていくんだっていうのを強く意識してください。物事は新しく生まれ変わるとか再生する方向へと今進んでいます。あとはあなたがそれをやり抜くんだっていう強い意志を持つと、新しい息吹、命が芽生えていきます。今自分の中でリセットするタイミングが訪れています。何かが変化する、状況、環境、自分の中の心、考えが変化していく。一度リセットかける。そのために水を使った浄化がいいというふうに節制のカードから伝わってきます。お風呂に入る、半身浴をする、手を洗う、身を清めるとか、水を飲むとか、そのお水です。お水を使った浄化をしてくださいっていうのが入ってきました。ぜひこちらを意識してみてください。今変化の時にいます。何かが明らかになり、何かが変化していく時だけど、変わらずお相手はそばにいてくれます。切り込んでいくような言動はしますけど、だけど支えていくんだってことが根本的にあるので、何かが変わっていく時っていうのが強く感じました。ではもともとあなたの持っている魅力についてっていうことで見ていきましょう。まずこちら、薪を割るというカードです。あとはこちらですね、プレゼンス、存在です。あとはこちらのカード、頑張らないで、花びら舞うホワイトチョコタルト。頑張らないっていう、ちょっと緩くいきましょうっていうことも表しているし、あとヤギ座ですね。積み重ねた努力が実を結ぶ。このヤギ座っていうのはとても堅実的な星座で、コツコツ努力すること、その努力ができるからこそ自分で未来を切り開く力を持ってるんですよね。自分の力で切り開いていくとか、整理整頓だったりとか仕分ける作業っていうのもヤギ座の持っているエネルギーなので、今あなたの中で迷っていることをちゃんと仕分けるタイミングなのかもしれません。もともと備わっている魅力なんですが、今それが滞っているというか、うまくエネルギーが循環できていないのかもしれない。カップル7番がこの逆をいくんですよ。迷いとか葛藤とか、そういうことに対してもともと持っているエネルギーが鈍っているように感じたので、この今持っているあなたの本来の魅力、ヤギ座のエネルギーっていうのをこのメッセージとして今届けたいっていう風に伝わってきます。あなたの持っている魅力をもう一度思い出してください。あなたは心の芯が通った魅力を持っています。そして爽やかで
甘い、そんなあなたの魅力を持ってるんですよ。何か肩肘張ったりとか隠さなきゃとか、そういうことを感じる必要はありません。あなたの持っている魅力は、まるでその場を優しく包み込む爽やかで甘い香りのように、自然に人々を引きつけるエネルギーを持っています。ふとした瞬間に漂うその香りは、あなたの存在をただの一瞬では終わらせず、記憶の奥深くまで刻み込んでいきます。その香りを感じるたび、お相手はあなたに吸い寄せられるように心を奪われ、もっと近くでその魅力を確かめたいという衝動を抑えられなくなるでしょう。あなたの外見は粒立つような肉体が目を引きます。まるで丁寧に磨き上げられた彫刻のように、そのラインは完璧でありながら、親しみやすさと温かみを感じさせます。肩の動き、手の仕草、歩く時の自然なリズム、そのすべてが洗練されていながら、決して作り物ではない生命エネルギーあふれた色気を放っています。内面的には、あなたの心の芯に通った確固たる強さが多くの人を魅了しています。あなたは自分の欲望や感情をしっかりと理解し、それをコントロールする術を知っています。ですが、今はそのエネルギーが弱まっているような状態。だからこそ、その強さを取り戻し、ご自身や好きなお相手、大切な人に寄り添い、安心感を与えていくことが今必要になってきます。特に穏やかで誠実な表情を意識してみましょう。そうすることで、お相手に安心感と信頼を与えることができます。そしてお相手はずっと守りたいという欲望をあなたに抱いています。願いを抱いていますので、ぜひ頼ってください。あなたの仕草や所作には、日常の中に溶け込んだ美しさが宿っています。例えば、何気なく髪を整える仕草、指先でカップを持つ動作、ゆっくりと瞬きをするその一瞬一瞬。それらはお相手の五感を刺激し、心の奥深くまで響き渡っていきます。静けさと余裕は、今この瞬間に集中しているからこそ生まれるものです。今その力を取り戻しましょう。あなたの存在はその場のすべてを包み込んでいるような不思議な安心感を与えるものです。今まで積み上げてきた確かな基盤があなたの魅力です。それは努力の成果であって、同時に頑張りすぎない柔らかさも持ち合わせています。花びらが舞うように軽やかで上品ながら、しっかりとした満足感を与えてくれる存在。それがあなたです。あなたの性的な魅力は見た目だけではなく、その存在そのものから溢れ出る美しさと強さのバランスにあります。お相手はあなたと一緒にいることで、まるで新しい世界を発見したかのように感じるでしょう。そしてその世界は2人だけが共有する特別な空間へとなり、もっと深く、もっと官能的なつながりへと誘っていくのです。もともと持っている魅力を取り戻してください。ご自身の存在感が今ご自身の中で感じられないような現状があるのかもしれません。でもあなたがもともと持っている力っていうのは、コツコツ積み重ねる努力の力と、そして柔らかさ、同時に持ち合わせていることです。本来だったら自分で決めて選んで進んでいくことができるんですが、今ちょうど再生のタイミングにあるので、つまりは何かを終わらせる必要がある、何かを終了させるため、手放しするためには苦しさだったりとか暗闇を経験するっていうことがどうしても訪れるんですね。ちょっと厳しいなとか、どうやって終わらせたらいいんだろうとか、立ち止まったりとか、そこから抜け出してからの再生なので、再生の前には必ず暗闇、朝日が昇る前には暗闇であるのと同じように、今ご自身が迷いとか混沌とした中にいらっしゃるということ、そこからもともと持っている魅力を生かして思い出して、そして抜けていくんだっていうことをこのカードが伝えてきてくれています。これが性的魅力としてご自身の中でとらわれていることにつながっているかもしれないし、今の現状や生活とか、あなたの今の生き方とかについて、今カードからのメッセージが届いているのかもしれません。今その自分のどこの部分に当てはまるのかっていうのをちょっと思い出していただいて、性的なことなのか、過去のトラウマなのか、今の現状なのか、そしてお相手に何か伝えること、
お相手に聞かれて確信つかれて心がドキッとするようなことがあるのか、そこをもう一度ご覧いただくともっと明確に見えてくるものがあるんじゃないかと思いました。ではお選びいただいたオラクルカード、こちらのカードからメッセージをいただいていきましょう。こちらはインカローズロードクロサイトというカードで、心の痛みを取り除き前向きな波動を引き寄せる石です。はい、ぜひこの心を柔らかくするというメッセージがあるので、心を今穏やかに過ごしていかれることとか、ヒーリング癒しっていうのがテーマとして入っていたので、ご自身が自分自身を癒して穏やかな状況を作ること、そしてじゃあその先はっていうところに目を向けること、この順序を持って取り組んでいかれるといいのかなっていうふうに思いました。こちらの優しいピンク色を持つロードクロサイトは傷ついた心に寄り添う石です。もしあなたが大切な何かを失い心が痛むのであれば、無理をせずその感情をありのままに受け止めてください。深く呼吸をして心の奥に溜まった悲しみや痛みを少しずつ溶かしていきましょう。どんな痛みもどんな涙もやがて過ぎ去るもの。あなたはまた愛を知り笑顔を取り戻すことができる。悲しみに包まれた日々もあなたが癒えるための時間。その間どうか自分に優しくしてください。朗読のサイトはあなたの胸のそばでそっとその思いに寄り添い続けます。私が感じるに、この朗読のサイトっていうのがお相手の持つエネルギーまたはお相手の存在を示してるんじゃないかなと思いました。お相手が常に寄り添ってくれているということ、そしてこの痛みもいつか終わる。あなたには必ずまた光を見つけることができるということを思い出してほしいとこのカードが告げています。大丈夫、また再生して新しく生まれ変わることができるんだ、痛みを今手放すことができるんだっていうことを感じてくださいというメッセージでした。今回はあの人が秘めていること、そしてあなたの持っている性的魅力についてお伝えしていったんですが、あの人が秘めていることはあなたの確信をつくようなことをこれから伝える言動を起こしていくっていうことだと思います。はい、なのであなたが今たくさんの抱えている葛藤、悩み、衝撃なことからモヤモヤから抜け出すきっかけになるんじゃないかなと思いました。ただそのお相手が確信つくとしても、あなたに寄り添う気持ちがあるからだよっていうことは心に留めていただけるといいかなと思います。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは3番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマはあの人が秘めていること、あなたに感じる性的魅力についてお伝えしていきます。夜のちぎり、夜の妄想シリーズスペシャルです。まずはルナヌマンカードを使ってあの人が秘めていることをお伝えしていきます。ではこの4枚から見ていきます。すごくロマンチック、そして伝わってくるのが、お相手が今あなたに伝えたいことは安心してほしいとか、ガードを緩めてもいいとか、自分に身を任せてほしいとか、お誘いするので乗ってきてほしいとか、安心してっていうのが伝わってきます。こう刺激的にロマンチックな夜を過ごすのではなくて、穏やかにキラキラしたような一夜になる、それをエスコートするので、どうか身を任せてほしいとか安心してほしいっていうのが一番のメッセージとして入ってきます。そしてお二人で協力し合いながら癒しの時間とか空間とか居場所っていうのを作り出していくんじゃないかなと思ったんですね。はい、お相手が用意するとかあなたがそれを作るのではなくて、お互いが持ち寄ってきてっていうのを感じるんです。お気に入りのものを持ってきて持ち寄って、こういうことやってみようかとか、こういうものがあるんだよとか、そのイメージとしては
小さなテントを張って、そこに自分たちのお気に入りのもの、好きなものとか趣味のものとかを持ってきて、こんなものが好きなんだとか、こういうお菓子持ってきたよとか、そういうことで2人でキャッキャしたいとか、小さなテントの中で温まりたい、暖をとって温かいランプのもと、なんかその一晩語り尽くそうかとか、ちょっとテントから出てみて星空を眺めて、あれ綺麗だよねとかね、そういうロマンチックなひとときを過ごしたいから、どうか安心してほしいとか、あなたの傷ついた思いとか不安とかを全て包み込んでいくからねって、そういうことをお相手からのメッセージとして今感じたんですね。なのでお相手の愛に包まれる時だと思います。もっと具体的に言えば、お誘いがあるんじゃないかなっていうことですね。夜のお誘いがお相手の方からありそう。だから身構えないでっていうことですね。あなたがお相手にとってとても愛しくて可愛らしいっていうふうに思っている、お相手がね思っているということなので、どうかそれを信頼してほしいということ。これから2人だけの世界だったり空間、居場所っていうのを2人で作っていくから、そこの中で一緒に平和的に安心して暮らしていきませんかっていう、そういう提案があるんじゃないかなって思いました。またそのお二人が真剣な交際とか、すでにねカップルですっていう方もいらっしゃると思うんですが、片思いの状態であれば正式な交際がスタートする可能性が高いですね。新しい喜びとか、誕生っていうのをこのコウノトリが示しているので、これから2人の未来っていうのは恋愛関係になっていくだったりとか、新しい何かを生み出すエネルギーっていうのが生まれてきます。もっと広がっていきます。なので未来はすごく豊かなもの、より豊かなものになっていくんじゃないかなっていうふうに感じたんですね。ではここで早速、お相手が感じているあなたの性的魅力っていうところについて、カードからメッセージをもらっていこうと思います。まずは夢が叶うっていうカードが出ています。プリンセス風いちごのカヌレなので、お互いの夢、願い、理想が近づいてくる、近づくだけではなくて叶うっていう風に出てるので、交際がスタートするだったりとか、愛情の受け渡しがスムーズに行われるような気がします。そして星座のカードからは水亀座、こちらも理想ですね。夢、理想の未来を胸に、いつも理想を胸に抱いてくださいっていう水亀座のからのメッセージと、あとはこちらですね、ストレングス、強さを表すカードとコミュニティです。2人が属している場所とか周り、自分たちだけではなくて周りのことも表しているかもしれません。これらからあなたの持っている性的魅力についてお伝えしていきます。まずあなたの持つ性的魅力は、まるで絶妙なバランスで調和された官能的な芸術のような魅力を持っているということ。外見には無邪気さと妖艶さが同居しています。可愛らしい見た目の中に濃密な官能を秘めた存在感。あなたの肌は透明感に満ち、触れるたびに驚くほど滑らかな感触をお相手に与えます。その肌に触れるものは優雅さの中に隠れた熱を感じ、ただ一度の触れ合いであなたの虜となるでしょう。キスをする瞬間、あなたの唇は柔らかく、まるで時間が止まるかのような感覚をお相手に与えます。そのキスは魂を通じてつながる神聖な儀式のようなもの。その感触は甘く、お相手にもっと触れたいという抑えきれない欲望を呼び起こします。内面の魅力もまた深い感動を伴っています。常識にとらわれず自分らしさを貫くあなた。その知性と革新性はお相手に新しい視点と刺激を与えます。一緒に過ごす時間は心を解放し、これまでにない感情を引き出すでしょう。しかしその自由さの中には誰もが安心できる温かさも宿っています。あなたは快楽とともにお相手にここが私の居場所と感じさせる包容力を持っています。あなたが肌を重ね絶頂を迎えるとき、まさに感動の頂点に達します。その瞬間の表情には純粋な幸福感と本能的な興奮が交差し、
お相手をさらに深い情熱の渦に巻き込んでいくでしょう。そのひとときはお相手との絆を深める体験となります。あなたの仕草には自然なエレガンスと官能がにじみ出ています。何気なく髪をかき上げる手の動き、ふとした微笑み、それらすべてがお相手にこの人をもっと知りたいと思わせる魔法のようです。あなたは強さと優しさを兼ね添えた存在であり、そのギャップがお相手の心を掴んでいるんです。あなたの魅力は人々を引きつけ、つなぎ止め、深い安らぎと興奮を同時に与える特別な魅力です。それはあなたが持つ本質的な強さと夢を叶える力が一体となった唯一無二の魅力なのです。はい、というあなたの性的魅力についてお伝えしていきました。たくさんの人に囲まれていてもあなたという存在感が際立っていること、例えば発言が面白いねっていうふうに言われたこともあるんじゃないかなと思うんです。発言や発想ですね、ユニークさっていうのも感じます。そこには自由な発想があるからなんですね。あなた独自の視点で物事を見ることができるとか、またそれがお仕事や自分の生き方に反映されているようにも感じました。はい、ということでこちらからあなたの持っている性的魅力についてお伝えしていったので、では好きなお相手とこれからどんな風になっていくのかっていうことをタロットカードで出していこうと思います。はい、では見ていきます。ジャンピングワードのクイーンのカードです。そしてそうですね、ちょっとカードを追加するかもしれないなっていうのを感じます。まずそのソードの5番が出てきているので、どうしてもその絡みつく感情っていうのがネガティブなものであったりとか、あとは対人関係の揉め事、対立っていうのを表しています。争い事ですね。それは勝敗が関わってくるようなことかもしれない。周りとの摩擦だけではなくて、ご自身の中の葛藤を示している場合もあります。あとこのワンダの点が示している通り、オーバーワークなんですよね。何かこう重圧とかプレッシャーとかそういうことを感じるので、どうかそれを解いて心体も軽くなってほしいっていうのがカードからのメッセージなんですね。いろんなことに巻き込まれてやはり疲れてしまう気持ちが出てきますね。どうしてもね、その争い事があったりとかすると疲れちゃいます。精神的にもやられちゃってプレッシャーにも感じるようなこともあるでしょうし、そんな中でご自身の魅力をもう一度思い出してほしいとカードが告げています。ワンドのクイーンは魅力、あなたの魅力を表しています。どうか笑顔でいられるように、お相手もあなたのことをしっかりと見つめてくれるし、未来のことを見据えて動いてきてくれます。これから自分の行動、どんな風に動いていけばいいんだろう、あなたを守るためにはどうしたらいいんだろうっていうことで、将来のことをしっかりと見据えて動いてくると思うので、そのお相手に身を任せてもいいんだよっていうことを信じて、お相手を信じてほしい。あなたも未来に希望を、持ってほしいとか、お相手の強さを信じてほしい。お相手があなたの守るとか、真実に向かって決断していくっていうような言動を見せます。だからどうかあなたも明るい未来なんだっていう展望を抱いてほしいっていうことをこのカードが告げています。そのためにはどうすればいいのか、重圧から今解放されていくこと、新しい誕生を迎えること、その新しい誕生というのは新しいエネルギーです。新鮮な空気、新鮮な空間、新しい環境、今までどうしても手放せなかったこととか、重圧プレッシャーに感じていることをもうここで切り離していきませんかって。切り離す時にその古傷が剥がれるかのようなピリッとした痛みを伴うかもしれない。だけれどもそれの
切り離した時にあなたは心も体もだいぶ楽になるんじゃないのかなっていうのが伝わってくることで、お相手と一緒にそれを乗り越えていきましょうって、そういうメッセージが伝わってくるんです。お相手は周りの状況をよく考えてこれから動いてくる、言動してくると思いますし、あなたがもしお相手に悩みを相談するんだったらしっかりと聞いてくれて、じゃあどうしていこうかっていうことを考えてくれるんですね。今お相手を頼る時っていうのが出てくるし、あともう一枚ねもらっていきましょう。お相手とより良い未来を紡いでいくためには、今あなたが感じている重荷とか、あとは構えていることですねから解放されていく必要があります。例えば未来ネガティブな方向しか考えられないんですとか、未来ってことに対して、将来ってことに対してちょっと引っかかることがあるんですだったりとか、争い事から避けたいと思っていたりとか、1枚の補足でもらっていきましょう。ペンタクル5番ですね。変化を恐れていたり、これ以上悪くなりたくないとか、今現状こんなに苦しいのに一体どうしたらいいんだろうとか、そういうふうにやっぱり苦しさ、困難さっていうのをどうしても感じてしまうんですね。あなたの中でそれはご自身の体のことかもしれないし、環境かもしれません。今その苦しい、とらわれているとか、なんとかならないかなって思っている嫌な変化っていうのを乗り越えていくために軽くするとか、自分に自信が持てないことを、それを手放して自分に自信を取り戻す。こちらタロットカードから1枚メッセージもらっていきましょう。フールのカードですね。自由です。自由になりましょうって、こうやってギュッて自分の体を締め付けているものから解放されていくんです。心にとらわれているものとか、絡みついてくる周りの状況とか、そういうものから一旦抜け出しましょうって、本当に変化を今迎える時なんじゃないかなと思いました。新しい一歩を踏み出す。それは何の一歩か、自由をつかみ取るための一歩です。お相手と共にこれからの可能性を信じてみませんかっていうカードからのメッセージなんですよね。どうでしょう。たまに自分の好きなことを好きって言ったりとか、嫌なもの嫌って言ったりとか、私はこうしていきたいんですっていうことを言動に表してみてもいいのではないかなっていうカードからのメッセージ。とらわれているものが多すぎていて、なかなか未来踏み出せていけない。そこから抜け出して確実に一歩歩みを出してみませんかっていう、そういうことでもあるんじゃないかなと思います。お二人の流れとしては、あなたが今変化を迎え自信を取り戻す時です。確かにいろんな変化があって、中には苦しい変化の方が多いかもしれない。かなりあなたに任されている圧、持たされている荷物とか、抱えているものっていうのが大きいので、まずこの重圧から束縛からとか争いから自由解放されることがお相手との距離を縮める一番の近道なんですね。ただしこれは自分の力だけではどうしようもならないようなことも出てくるだろうと。だから何か頼りになるようなものが欲しい。そういった時にお相手のやっぱり存在っていうのが大きく働いてくるかなと思います。だから自分たちだけの安心できる居場所を作ろうとか、あとあなたに安心してほしいってことをお相手が伝えてきてくれてるのかもしれません。何かもうちょっとね手がかりになるようなことが欲しいですよね。そうですね。ちょっとルネルマンカードを使ってもう少し具体的にどういう一歩を踏み出していけばいいのか、何か頼りにできるものがあるのかっていうヒントをもらっていきましょう。ヒントになるようなことを、道のカードですね。やはり選んでいくこと、選択、今分岐点に立っていて、まさに変化の手前っていうことで、変化を受け入れて進む、歩む、どの道を歩むのか不安だけど選択っていうのがどうしても出てくる。だからやっぱり判断しづらい時はお相手がそのご自身の知性を使って判断してくれます。だからお相手に頼って一緒に解決しようとか、一番最初にもお伝えした通り、どちらかがもたらすのではなくて2人で作り上げていく、持ち寄ってくるっていうメッセージが伝わってきたので、まさにそれだと思います。2人で決めて動いていく。
一人で不安だと思うんです。なのでお相手と一緒に未来を描いていくっていうことを意識されると、とても素晴らしい流れになっていく、変化を受け入れられるようになるのではないかなと思いました。では最後にお選びいただいた選択肢からメッセージをいただいていきます。この石はソーダライトという石です。心の中の不安を取り除き、集中力を高める効果があります。このカードからのメッセージは、直感を深めるというメッセージです。ソーダライトは迷いや考えすぎをそっと和らげてくれます。もし大きな決断を迫られていたり、あと少しのところで行き詰まっているんだったら、一度立ち止まってみてください。解決しようとするのをやめて、まずは静かに心を落ち着けましょう。自分の直感に尋ねてみると、不思議と道が見えてきます。焦らず、あなたの中の静かな声に耳を傾けてください。考えすぎることを手放せば、心が答えを導いてくれます。いろんなプレッシャー抱える、考えなきゃいけないこととか、争っていかなきゃいけない、立ち向かわなきゃいけないとか、何々しなきゃいけないとか、何々が足りないと思うことがすごく今目の前にあって、どう処理していこうかっていう風にいっぱい考えているような気がしたんですね。そんな中でも選択しなきゃいけないっていうことで、やっぱり〇〇しなきゃっていう風になってしまいがちな思考を和らげるために、一旦立ち止まってみてくださいって。そして安心できる空間をお相手があなたと作りたいって思っているから、だからあなたもお相手任せではないし、自分だけがではなくて2人で作るんだっていう風に意識を持ってみてください。そして頼れることは頼ること、お相手に。そうすることで未来切り開いていくでしょう。このソーダライトっていうのが不安を取り除く石なんですね。なので自分の心に耳を傾けやすくもなります。なのでこのソーダライトを身近に置くとか、イメージされるとか、画像を保存しておくこともおすすめです。ぜひこのソーダライトのメッセージもお受け取りください。今回は夜のちぎり、夜の妄想シリーズスペシャルです。あの人が秘めていること、あなたとしたいことやこれからのお二人について見ていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。夜のちぎり、夜の妄想シリーズスペシャル、年末年始スペシャルです。あの人が秘めていること、あなたに感じている性的魅力、そして今後のお二人の流れについて見ていきました。3選択肢それぞれお二人の近未来の様子、流れっていうのが変わってきました。大きく分かれたんじゃないかなと思いましたので、今回はプチ3択占いではなくて、選択肢ごとの追加メッセージとしてもらっていこうと思います。まずはトランプからラッキーナンバーをもらっていきます。今あなたに重要なメッセージをカードたちが届けてくれたように感じます。そのように感じた選択肢の方もいらっしゃったんじゃないかなと思いましたので、今回は選択肢ごとに分けてみていきます。まずはラッキーナンバーです。そしてシャドウキャットからもメッセージをもらっていきましょう。そしてあとはですね、こちらエンジェルタロット、こちらから共通メッセージで1枚メッセージをもらっていきます。こちらは全選択肢の方共通メッセージとしてお受け取りください。天使からの導きのメッセージもらっていきます。今回ガイドブックを使ってメッセージもらっていきます。
はい、ではまずは1番の方、追加メッセージでラッキーナンバーとメッセージもらっていきます。まずラッキーナンバーです。ラッキーナンバーは10です。この10のカードは責任をというメッセージがここに描かれています。責任を持って今あなたが何をすればいいのかとか、どこに責任感を感じているのかとか、また逆に足りていないところはあるのか、お相手との間とかご自身のことについてもう一度確かめてみるタイミング、そして重圧を感じているんだったらそこから一旦荷物を少しだけ手放して、もう少し身軽になって今年1年過ごしていってもいいんじゃないか、または1年かけて少しずつ整理していってもいいのかなって、そういうメッセージも込められています。あとは、好機を待つ、良いタイミングを待ってください。いずれしかるべきタイミングでやってきます。その時に飛び乗っていけるように前もって準備をしていくことだったりとか、身軽にしていくこと、ジャンプしやすくしておくことっていうのが効果的というふうに捉えてください。こちら1番さんのメッセージです。いずれチャンスはやってくるということ。次は2番さんのラッキーナンバーです。ラッキーナンバーは2です。こちらは、野心、ご自身がどうしたいのかとか願望ですよねを表しているカードですね。そしてラッキーナンバーの2もお受け取りください。あとはこちらアンフェア、不公平を表しています。そうですね、周りとの違いとか、またお相手とのズレとか、自分の中でこれはフェアじゃないんじゃないかって思っていることに対して修正が入ってきます。そしてそれはご自身がそこに対してね、不公平だと思っていることに対して、じゃあどうしたいのかっていうことをしっかりと思い描いて、そして思っているだけではなくて行動に起こしていくことで、この不公平さから改善されていきます。そういう流れになっていきます。ご自身でまず一歩踏み出してみることとか、自分がどうしたいのかっていうのを明確に出していくことっていうのがワンポイントアドバイスです。では3番さんの追加メッセージです。ラッキーナンバーは9です。9のつく日時を参考にしてください。そしてこちらのカードのメッセージは達成を表しています。何を達成していくのか、両思いっていうカードが出ました。お相手と気持ち揃えるとか、あとは本当にそのままですね、両思いになっていくため、両思いが達成される、思いが結ばれるっていうことが伝わっています。どんなに苦しいことがあっても、あなたが頑張り続けてきたからこそ掴み取る成功、達成感を味わってください。お相手と両思いになりますとか、思いが届くだったりとか、お相手の方が迎えに来てくれるとか、2人の気持ちが揃うっていうことなので、同じ方向を向いて歩んでいける、安心してお相手との信頼関係を育んでいけるような、その両思いと達成っていうワードが合体したようなメッセージが届いてきています。ぜひこのメッセージをお受け取りいただいて、今後の未来、より良い未来を手繰り寄せていくためのヒントとして活用していただけたらなと思います。ではエンジェルタロット、こちらから1枚共通メッセージもらっていきます。ペンタクル5番のカードです。こちらからメッセージをもらっていきましょう。こちらのカードは孤立を表しています。不安定、心配、経済的損失。天使からのメッセージです。このペンタクル5番のカードは疎外感や孤独感、お金に関する悩みを暗示しています。とはいえ、このカードがリーディングで現れるのは大抵お金に関する心配。例えば将来の失業や新事業を始めるリスクなどの心配を表すためであって、実際の状態を表すためではありません。お友達との関係においては嫌われたり仲間外れにされたりしないかと不安な気持ちになるかもしれません。このカードは親密な人間関係が壊れた後の孤独感を表すこともあります。今はどんなに不安でもそれは一時的だと理解してください。状態は時間とともに変わっていきます。これから、状況は変化していくということ、たとえ今不安定だったりとか心配に思うことがあっても、状態が時間とともに変わっていく。今の苦しみは一時的なものであるということを告げています。はい、ぜひこちらからのメッセージも参考にしてください。
では今回は追加メッセージという形で1番、2番、3番さんとそれぞれメッセージを出していきました。今回も最後までご視聴いただきありがとうございます。いつもアフタートークまでご覧いただいている方、本当に貴重だと思うんですが、本当にありがとうございます。丁寧に動画を見ていただいて、本当に私も励まされて2024年やってこれましたし、新しい2025年に向けて新たな気持ちでまた取り組んでいこうっていうふうにモチベーションにもつながっています。そして YouTube はデータ化というものがありまして、最後までどれぐらいの方がご視聴していただいているのかっていうことも細かくデータとして反映されてくるんですね。フィードバックがあるんです。でプラスそこにコメントなどを寄せられると、本当に目に見える形で応援されてるんだっていう実感を持てるので、自分にとって本当に皆様からの温かいコメントがいかに自分の励みになっているのかっていうのを実感している、本当に毎日です。本当にそうですね。なので過去の動画に対してコメントいただくこともすごく嬉しいですし、新しい動画に対してもずっとコメントいただいている方々や、初めてコメントしますっていう方々も本当に嬉しく思っていますので、一つ一つ大切に読ませていただいています。本当にありがとうございます。コメントに関しての感謝をさせていただきました。はい、この場を借りて感謝していますっていうことをお伝えさせていただきました。では本日のアフタートークは以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。